今日はですね、ユニクロの社長の柳井さんですね、柳井正さんが、日本テレビの取材に対してですね、日本は30年間成長していないと指摘して、知的労働者をもっと入れてですね、知的労働の生産性を上げるための勉強を日本でも海外でも一緒にやらないと少数制で仕事をすることを考えないと日本人は滅びるんじゃないかというふうに言ったことに対してですね、元 ZOZO タウンの経営者である前澤友作さんがですね、それに噛みついたと。滅びるわけないじゃんみたいな感じで噛みついてですね、日本人はもっと日本人らしくグローバル化なんかね、しないでですね、日本独自の道を行った方がいいという形でですね、それに対して反論して、そこにですね、場外乱闘みたいになって、元ネスレの高岡さんですね、日本法人の社長だった。も、柳井さんの意見が正しいということでですね、参戦したら、それに対しても前澤さんがまた噛みついたというような、そういったなかなか経営者同士のバトルがまた再燃したという形になっておりますが、まあなんでこんな展開になってるかっていうとですね、実は、ZOZO タウンのまだ社長だった時にですね、前澤さん、ZOZO スーツっていうのを出したんですね。僕もあれ実はもらったんですけど、ZOZO スーツのファーストヴィンテージというか、一番最初の本当に着るタイプのやつですね。あれ着てみたんですけど、で、あれで計測できて、それに対してですね、計測したデータに基づいてですね、服が届くというような、そういった通販モデルやろうとしたんですけれども、結局、それは失敗しちゃったんですけどね、結果としては。最後、アプリで、ただ再生するだけみたいな感じになったんですが、思うようにうまくいかず、ZOZO スーツもあんまりうまくいかずですね、結局、ZOZO タウン、自分たちでですね、そういった ZOZO スーツみたいなものを作って、新しいタイプのユニクロみたいな商売をしようとしたんですが、その時に柳井さんが、そんな生産は簡単なもんじゃねえというふうに一括したと。さらにですね、経営スタイルもユニクロと ZOZO タウンは違っていて、ZOZO タウンの方はですね、残業時間短くどころか、1日6時間労働、週休3日制なんかを推進したりとか、楽しく働こうみたいな感じの会社になってましたし、ユニクロの方はですね、ガリガリグローバルで戦っていこうと、そういうような、形だったので、両者結構もうバチバチにやっていたんですが、結果として勝ったのはユニクロの柳井さんだったと。経営成績の面で言うとですよ。もちろん ZOZO も頑張っていて、前澤さん株を売った後ですね、LINE ヤフーグループがですね、引き取ったわけですけれども、当時8000億円ぐらいの時価総額だったのが、今もう 1.6 兆円ぐらいになっていて倍増していると。でももうユニクロは時価総額10兆円超えているグローバル企業ですから、しかもですね、ZOZO が成功しなかった海外の展開に大成功しているというところで、冷静に経営者としてのですね、実績を見れば、数字は完全に柳井さんが圧勝してます。だから、正直、前澤さんがユニクロの柳井さんの経営理念が知りたいとかですね、なんていうのかな、理想主義者なところは前澤さんも結構あって、じゃあ実際にそれで数字がついてくるのかっていうと、ゴリゴリ働いた方が多分数字はついてくるんで、それは前澤さんやりたくないんだと思いますけど、結局負け犬の遠吠えみたいな感じに聞こえてしまうのも事実だし、もうあなたしかも ZOZO タウンやってないじゃんみたいな話にもなってくる。だから多分、反りが合わないんだと思いますよ。だから柳井さんが言ったことに対して噛みつきたくなる気持ちもすごくわかるんですけど、しかもそれが彼のすごいところは、ネット民がなんとなく支持してくれんじゃねえかみたいなところも多分計算に入れてんだと思うんですよね。だからお金配りとかですね、そういったお金配りの対象って情弱な奴らじゃないですか。あんなのに応募するやつって、だって自分の名簿情報を渡してるわけじゃないですか。あんなのに応募するやつって情弱に決まってるし、いいかもですよね。だからあのリスト結構危なくて、多分いろんなその情報商材屋とかが前澤友作さんをフォローしてる人たちって、イコール情弱の人が結構多いからお金配りで集めたリストなんで、あれ結構草刈り場にされてると思うんですよね。本人それ気づいてんのかな？気づいてると思うんですけどね。僕はすごいなと思って。あれでお金配りで前澤さんフォローするやつって本当に格好のカモにされますよと。俺はバカですっていうことを表明してるのと一緒ですからね。それはちょっととりあえず置いといて、今回の、これは本当に柳井さんが圧倒的な正論を言っていて、グローバル化がどうのこうのではなく、グローバル化しちゃってしまっている時代じゃないですか、結局。例えば、コンピューター、ネットワークの世界ではですね、もう GAFAM に我々運命を握られてるわけじゃないですか。僕も詐欺広告でメタにやられちゃいましたけど、結局日本政府がちょっと動いてくれたんで、詐欺広告自体は収まりましたけど、
あれやっぱりね、海外勢にプラットフォーム握られちゃってるんで、その部分で弱くなってるところもあるわけじゃないですか。じゃあそれを阻止するって言ったら、じゃあ鎖国すんのみたいな話もなっちゃうし、やっぱり甘っちょろいって言わざるを得ない。ある程度やっぱり外貨も稼いでこなきゃいけないし、海外に対して日本の存在感を見せていかなきゃいけないんで、これまでね、小泉進次郎さんとか、今ね、解雇規制の緩和なんていう話がやっと出てきましたけれども、派遣労働の解禁なんかやってんのあれ、圧倒的に人数が多かった段階の世代のサラリーマンが評伝になってたから、解雇規制緩和できなかったんで仕方なく、裏技で派遣っていう仕組みを、解禁したに過ぎず、あれはだから外国人実習生とかですね、移民をしなきゃいけないのに、移民反対の人たちが多すぎるから、だから仕方なく、実質的な移民制度みたいなものを作ってみたりとか、地方分権もずっと前から同州制とか言われてるんだけど、なかなか議論進まないし反対も根強いんで、だから例えば、菅さんがね、もともと総務大臣だった時に、ふるさと納税なんて制度を作ってみたりとかですね、そうやってもう、システムをハッキングして気づかれないうちにですね、ぬるってやるしかないんですよね。ということで、本当に優秀な方々に、アメリカなんか当然そうしてるわけで、優秀な人たち日本に来てですね、逆に日本の文化とか、自然とか風土っていうのは、ものすごく愛されてる。だから外国から人が来て、日本文化に馴染んでもらう。そして本当の日本人になってくれると僕は思うんですよね。それぐらいの力と歴史文化が日本にはある。だから、全然ユニクロの柳井さんが言ってる警鐘を鳴らしてることっていうのは非常にリーズナブルなんじゃないかなっていうふうに思ってます。これに対してね、噛みついて、そうだそうだって言ってるネットのバカどもはとりあえず置いといて、多分前の2018年ぐらいにバトルがあったところの遺恨がまだ残ってんじゃないかなと。なんかそういう分析が今回の件で出てこないのはなんかみんなもう忘れちゃってんのかなと思ったんですけど。はい、ということでね、ユニクロの柳井さん、非常にまっとうなことを言ってると僕は思いました。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。